こんにちは。経済超入門へようこそ。この動画では高校生で習う政治経済の経済分野を噛み砕いて解説します。今回のチャプター1では経済の原理について解説していきます。1-1は経済とは、1-2は資本主義と社会主義、1-3は資本主義の発展についてです。1-1、経済とは、そもそも経済とは何でしょうか。私たちは食べ物や道具などのもの、財がなければ生きていけません。また電車や携帯電話などのサービスがなければ暮らしは不便になります。そして私たちが消費しているこの財、物やサービスは誰かが生産しています。この財、サービスの消費、生産活動を経済と言います。1-2、資本主義と社会主義。近代以降の経済体制は大きく分けて資本主義と社会主義の2つに分かれています。資本主義は経済に政府が介入せず、市場に任せる市場経済となります。企業は利潤を最大化するために自由競争し、コストダウンや技術革新を目指します。また、資本家と労働者の2つの階級が存在します。しかしこのシステムでは景気の変動が起こり、貧富の差が拡大するという問題が発生します。マルクスはこの資本主義の問題を克服するため、社会主義という経済体制を説きました。社会主義では経済を国家が全て計画経済として計画します。旧ソ連では5カ年計画などの形で生産量を厳格に決定していました。また生産手段を社会全体のものに公有化して、労働者のみの平等な社会を築きます。しかし、平等ゆえ労働者の生産意欲は低下し、企業の競争が起こらないため技術革新が起こらず、経済は低迷しました。1930年代になると世界恐慌が起こり、大量の失業者が出ました。そうなると資本主義では政府が介入する必要があり、政府が一部介入する修正資本主義へと変化していきました。1960年代、社会主義ソ連も経済が低迷し、ペレストロイカにより一部市場経済を導入しています。また、中国も憲法にて社会主義市場経済を取ることを明記しています。このような資本主義と社会主義のいいとこ取りした経済体制を混合経済と呼びます。1-3、資本主義の発展。資本主義は資本家と労働者の2つの階級の生産関係による経済体制ですが、この関係はいつ頃始まったのでしょうか。14世紀頃のイギリスでは農土制が崩壊し、農地は牧場に変わっていきました。すると農民はいらなくなり、都市に追いやられることになりました。これをエンクロージャーと言います。彼らは都市で都市労働者となった一方で、農民の間には資本を蓄積した独立自営農民、ヨーマンも出現しました。こうして2つの階級が出来上がる環境が整いました。16世紀初期の資本主義は商業資本主義と呼ばれ、商店を持つ商業資本家がその担い手でした。また生産形態が一人で全てを作る問屋制家内工業から分業して作る工業製紙工業へと変化し、生産性が向上しました。18世紀後半になるとワットの蒸気機関の改良などにより、生産形態が機械による生産である工場製機械工業へと変化する産業革命がイギリスで始まりました。この段階を産業資本主義といい、工場を所有する産業資本家がその担い手でした。また、政府はできるだけ介入せず、市場に自由な経済活動を保障するべきだという自由放任主義がアダム・スミスにより主張されました。このような介入しない国家をラッサールは皮肉って夜景国家と呼びました。19世紀になると貧富の差が拡大し、銀行を中心とした企業集団が形成され、資本の集中、集積、土地、建物、資金の独占が起こりました。こうして独占資本主義となりました。1929年ウォール街にある証券取引所の株価が急落し、世界恐慌が始まりました。こうして全世界で自ら望まない失業、非自発的失業が増加しました。アメリカローズベルト大統領はニューディール政策を実施し、1933年から開かれた100日議会では、テネシー渓谷開発公社 TVA の創設、全国産業復興法 NIRA、農業調整法 AAA などの法律が通りました。これらの政策は全て政府が経済に介入するもので、これを資本主義に政府が介入するという修正を加えたものということで、修正資本主義と言います。しかし、その後全国産業復興法と農業調整法が違憲とされ、それを受けてはグナー法、全国労働関係法や社会保障法などの第二次ニューディール政策を実施しました。イギリスの経済学者ケインズは、著作、雇用利子及び貨幣の一般理論の中で、政府の経済介入による完全雇用を主張しました。その主張によると国の経済活動は有効需要の大きさで決まるといいます。有効需要とは、購買力、支出を伴った需要のことで、実際にお金を払って商品を購入、支出することです。
不況になるとこの有効需要が低下する。すると企業の収入が低下して働きたくても働けない、非自発的失業が増えると考えました。そこで政府が公共投資を行って道路や橋を作る。つまり政府は公共投資で有効需要を創出します。1970年代頃になると、このケインズ経済学に批判的な反ケインズ経済学というものが出てきます。先ほどの道路や橋を作るなどの公共投資の財源は国債によって賄われていました。しかしこの国債が国の財政を圧迫し始め、国債の発行額を減らしたり、政府の財政支出を削減するべきだという主張が出てきました。つまり小さな政府を目指すというもので、特にフリードマンによって提唱されました。今回のチャプターは以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。